雑談です。日チャップです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、あとは言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたんだろうか。特に何も相も変わらず作業をしておりましたわ。で夕方ご飯をね、これ本当は麻婆茄子が食べたかったんだ、本当はね。で麻婆茄子じゃない、ナス味噌を食べたくて、近くの飯屋でナス味噌出してるとこどこだろうね。で松屋でたまにあるでしょ、ナス味噌。だから松屋行けばあるかなと思ったら今やってねえんだっつって、参ったなと思ったら近くのなんかご飯屋さんで麻婆茄子があったの。でも俺はナス味噌が食べたいの。麻婆相当悩んで、どうしてもこう近くでナス味噌が見つからなくてしょうがないから、天屋で天そばセット食ってきました。もうね、チェーン店のなんていうんですか、蕎麦屋あれ天屋ってもう蕎麦屋だよね。だって天屋の蕎麦が一番うめえんだもん、ほんと。富士蕎麦とか、あと何でした、ゆで太郎とかねある中、あとは佐賀屋ですか。佐賀屋もうまいけど、一番うまいのはやっぱ天屋だよ。天屋の蕎麦が一番うまいと思って、本当はナス味噌が食いたかったのに第2候補、そうだね、第2候補の天そばセットなんて、天屋のそばってあんなにうめえんだろうと思ったら、あれ天ぷらそば食ってんのと変わんねえからうめえんだよね。なんだと思ってね、気がついた時にすごくがっかりしまして、騙されたと思ってね。じゃあ他の店でも天そば頼めって話だよね。でも天そばはあれでしょ、サクサク派かグダグダ派かでこう分かれるでしょ。でも天丼とそばっていうセットが良くて、天そばでそばに乗ってるの天ぷらは別々で出してほしいかな。でもあれですよ、どん兵衛のそばね、後のけサクサクとか言って宣伝してましたけど、一時ね、あれは僕ダメですね。先入れズブズブじゃないとあれはダメですね。だから天そばはね、お店で頼むあったかい天そばは、そうか、ざるそばだから乗ってなくていいってことはあるか。そうだね。あったかいやつは乗っかってていいんですよ。ずぶとく衣もサクサクじゃなくて、つゆに使ってね、グダグダズブズブのあれがいいんですけど、冷たいおそばね、天ざるがいいんだわ、きっと。サクサクとそばののど越しと、あれがいいんだ。でもそこのね、中間こうちょうどいいところを天丼とそばっていうのが、なんで俺はそんな本来はナス味噌が食べたかったのに、なんでこんなに熱く天そばの話をしなくちゃいけないね、みたいなことでそんなことしておりましたと。はい。でね、あれいきますか、見ましたいきますか違うわ。その前に夜中にちょっと久しぶりに配信をして、本当はね曲を作りたかったんですけど、こう固まってない曲がゴロゴロあったんですけど、でそれを完成させようと思ったんですけど、コード進行とかメロディーは置いといて、こう前にちょっと作ってたやつをこう引っ張り出して見ておったと、もう歌詞がダメすぎてちょっとテンション下がっちゃってね、それを詰める作業、歌詞を詰める作業っていうのがまた別でやろうと思って、ちょっとでも久々にやってずっとなんですか、カバーとかやりながら3時間近くやってましたけどね、誰も見てない中やっておったんですけども、楽しかったんで、あれは本当に独りよがりであれなんで、別に
ぜひ見てくださいって気はないので、どうでもいいんですけど、なんてことをやってまた曲を作ろうかなって思いました。本当に最近やっぱね、前は本当にいっぱい作ってたんですけどね、また作っていこうかなと。このね、花線ラジオに飽きたらまたね、飽きちゃうんですよね。そんなことしておりましたということで、見ましたですわね。行きましょう。半分、もう5分も経っちゃった。見ました。で、今日は2本話したい。一つは僕らの時代、これ朝7時にやってんですよね、東京は。他の地方は知りませんけども。で、まあ毎回3人、そう、まあ同世代というか同じくくりというかの3人が集められてって言い方あるだろう。どうっていう話をしてるんですけど、今週、まあ今朝ねあったのが兄弟芸人の弟の方ばっかりだから、千原ジュニアさん、それから中川家のレイジ君、それからミキの亜生がね、弟3人で話しておりまして、まあこう兄弟芸人あるあるけど、まあそれぞれこうどうやって芸人になったかっていうところで言うと、まあジュニアさんとレイジ君はお兄さんに誘われてみたいなね。でミキの亜生君に関してはまあ2人でみたいな感じだったのかなみたいな、そういったところからまあお互いの立ち位置、それから女性の話が兄弟でできるかできないかみたいなとかね、いろいろ話しておりましたけども、まあ面白かった。ただね、これはね、なんで僕らの時代って TVer に残してくんねえのかなって思うんですけど、残してないんですよね。で来週はそのお兄さんってことで、こう番組の終わりかけにお兄さんが入ってきて、いつまで話してんだっつって入ってきてやるんですけど、そこのくだりも結構面白くてね、最初に入ってきたミキの昴生お兄さんが、お前そんなこと言うなよって頭はたいて突っ込んで、で続いて入ってきたのが剛さんで、剛さんもレイジをね、頭はたいてっていうノリをがあった中、やっぱ誠司さんやらないんですよね。そこがまた面白いっていうね、みたいな。で来週はそのお兄さんバージョンが僕らの時代ね、朝7時ですよね、ありますんで、ぜひね、これは見逃さないようにしてほしいですねっていうのを、もう僕もまあ気がついていれば見るようにはしてたんですけども、中川家ザラジオショーで出てるっていうのを聞いたんで、意識して早起きして見ておりましたんで、来週も来週はね、これちゃんと録画しとこう、と思いながら見ておりました。で2つ目があれですよ、そろそろ日曜チャップリンね、見ました。本当にこれはいやもうやばいよね、インポッシブル。まあ昔昔というかね、本当にデビューしてすぐぐらいの時ですか、インポッシブルが虫と戦うやつやったでしょ。あれからね、全くもうね、全く変わってないというか、ますます磨かれていましたね。時代劇でね、こうなんていうんですか、もうベタなことを本当にベタな時代劇コントをやるんですけども、それがもうとにかくスプラッターでね、こういきなり切られて腸が出るとか、最後は脳みそが出るみたいな、ああいうこう過剰なね、演出というか、虫の時もそうでしたよね。あれが本当にうまいですよね。だから何でもああいうスプラッター風に全部してしまえば、ね、コント普通のベタ、それこそ学校のコントでも医者のコントでもそういう風にね、置き換えていけば、これは面白いことになるなと思って見ておりましたけども、ただ一つね、やっぱネーミングですわ。ザコシが誇張モノマネっつって一言でね、分かりやすいことやってるし、だからなんかそういったネーミング一つでね、こう化ける可能性はめちゃくちゃあるなと思ってね、どう言ったらいいんだろうかな。三浦淳さんのね、ない仕事の作り方の中でもね、そういったまずネーミングみたいなことをね
書いてますけども、あれ何かいい、ほんとバシッとはまるねネーミングがあればいいなと思ってちょっと考えてたんですけど、何も思いつきませんでしたね、スプラッター以外。ね、フェイタリティコントって言ってもわかんないもんね。みたいなのを見てね、思っておりましたけど、いや本当に面白かった。インポッシブル、そろそろ日曜ジャップリンTVer でありますんで、ぜひね、見逃しちゃった人はもうこれ何回でも見て、何回見ても何回も笑えるからね、本当にもう驚いちゃうぐらい面白いので、ぜひご覧になってくださいっていったところですかね。はい。コントスプラッターハウスね、昔ありましたね、ナムコのゲームでスプラッターハウスってね、あれまんまジェイソンですよ、ほんとね、斧持って追っかけてね、あれ面白かったんでね、またどっかスプラッターハウスシリーズ化されてねえのかな、あれこそ映画にしたらいいじゃんね、それが13日の金曜日だっつうね。はい、といったところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。